寄付の見方、特別な表記。今日は前回に続いて寄付の見方をお話しするんですが、少し迷うところがあるので、そのところをやっていきたいと思います。この桂馬を跳ねるところですね。5三桂不成という表記があるんですが、これはどういう手のことを指すでしょうか。5三桂不成とは、この桂馬がこのように裏返しになることなく進むことを言います。5三桂成だとこうですね、跳ねながら成るというのを表します。2四金打つと書いてあった場合、どの手のことを言うでしょうか。2四金、ここですねの地点に駒が進むのですが、持ち駒の金を使うのか、この盤上にある金を使うのか、ちょっとね迷うところなんですが、2四金打つと書いてある場合は、この持ち駒の金をこちらに打つことを言います。1二金打つとはの場合は1二をここなので1二金なんですが、この場合は打つと書かなくても大丈夫です。2四の場合はこの金が移動する場合もあるし、持ち駒を使う場合もある。どっちにしようか迷う局面の時にだけ打ちとして、区別することになります。こちらですね、8四歩と歩が進んで、この飛車でこの歩を取ること、8四飛車と取るんですが、8四歩、8四飛車と8四がね2回出てくるので、そういう時は8四歩同飛車というふうな書き方をします。同じ数字がね出てくる時は同という字を使います。この5八の地点にこのように金が進んだ時に、もう皆さん分かりますね。5八金と表します。ただ5八金だけですと、こっちの金が動いた場合も考えられます。この時にどうするかと言いますと、こちらの金が動いた場合は5八金右と、書きます。相手の金がそうですね、このように動いた場合は、5二金なんですが、この場合もこっちの金が動いたのかな、それともこっちの金かなと、それだけだとわからないので、こちらの金が動いた場合は5二金右と書きます。動いた金の方を持った側から見た左右になります。はい、次にこの局面を見てください。次の表記は、上がる、引く、寄る、そして直という4つの表記をお話しします。まずこの金がねここに3つあるときに、この5四金の時のお話をします。この上の金がこのように下がることをこうですね、5四金引くと言います。そして次にこの金がこちらに移動することを5四金寄るというふうに言います。そして5四金上がると
いうのはこの金がねこういうふうに上がることを言います。ここまで大丈夫ですか？では次にこんなふうに金が3つ並んでいる時のお話です。さあこの時にこの5、4の地点に、駒を3つとも受けますね。こちらの金が動く時は5、4金右、そしてこちらの金が動く時は5、4金左と書きます。ではこの金が上がることを何て言うかと言いますと、これは5、4金すぐまたは直と書きます。では少し応用問題です。こんな風に今度は4つの金が、ね、いる時ですね。この5、4に行く、この青いところに行くのにこの金がここに移動することを何というかなんですが、これはですね5、4金、右上がるですかねになりますね。はい。5、4金右だけですとこっちの金がね行くのかなとちょっと迷うんですけども、そして5、4金上がるだけだとこの金とこの金の可能性があるので、ここはこの金が動いた時は5、4金右上がるというふうに言います。ちょっとこの辺りは難しいので、寄付を並べる時に、ちょっと少し考えてもらえたらと思います。それでは考えてみようのコーナーです。銀が4つ出てきました。そしてこの銀のどれかがこの5、4に動くんですが、符号の表記は5、4銀左5、4銀左引きならずという符号の場合は、さてどの銀が動いたでしょうか。考えてみましょう。はい、答えです。まず5、4銀ということでね、この4種類のうちのどれかがね動いたことが分かります。5、4銀左ということなので、この、ね、左側の銀が怪しいなっていうふうに思いますね。そして5、4銀左引きということなので、こう引くという動作ですね。この引く、この引きの動作はこっちとこちらと両方あるんですが、左引きということでこちらの銀がねこのように動いたのが分かります。そして最後にならずということなので、相手の陣地に行ってなれる可能性もあるんですが、ここはならないで引きましたよというのが分かり、その符号で分かります。ということで5、4銀左引きならずというのは、この銀がここに動いたことが分かります。ちなみにこれが一番長い表記符号になりますね。ちょっと難しかったでしょうか。